アンニョンパクンです。とても珍しい方を今招待しております。キム・スンフンさんでして、韓国人弁護士です。で韓国生活を辞めて日本に来て弁護士で働いて、また辞めて、東大の院で法学の勉強されております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはですね、弁護士として、どういった仕事をされていたのか。最初は法務省で公務員として3年間働いて、不動産案件を訴訟とかやりながら弁護士の活動をやってて、日本に来てからは外国弁護士として日韓のビジネスに関する企業法務をやってきました。そこでなぜ弁護士の仕事を辞めることになったのか。日本でですか、いろいろあるんですけれど、ずっと日本に住むことになってから不動産の賃貸審査とか受けるんじゃないですか。外国人という理由で審査、断られたりした経験もあって、やはり日本にずっと住んでても外国の弁護士とはいえ結局ただの外国人じゃないか。だったら日本社会の一員として認められるためには外国弁護士だけじゃなくて日本の弁護士資格が必要だなと思ったのと、外国弁護士だから営業もやるんですけれど、案件が来た時、僕を信じて依頼したいと言われたんですけれど、結局日本の法律の問題は他の先生に回すしかないじゃないですか。僕のことを信じて依頼してくれた依頼人に対しても自分が責任を持ってやったら丁寧に対応できたのに申し訳ないと思って、日本の資格があると全部処理できるので長期的に見てあった方がいいんじゃないかと思って、そして子供も生まれて日本でずっと育てるつもりで、日本の私立の学校とか親の面接とかあるんじゃないですか。厳しいと言われて、親の学歴とか親の仕事とかも大事だと言われて、教育まで考えると日本社会でただの外国人ではなくて社会の一員として働いて貢献しているところを見せたいなと思って。最初は日本ってどういう国かなとか興味できて仕事やってみて、日本が合ってて長らく住んでみたい。でも自分は韓国の弁護士資格を持ってるから韓国の案件しか入れない。ってなると、日本の弁護士資格を持ってちゃんと活動したいみたいなことがあったんですね。そして会社の同僚とか上司の関係と学校の同期の関係って違うんじゃないですか。日本で学校通ったことないからそういう友達がいないんですよ。日本の友達が欲しいなと思って、学校通ってからこそ日本の社会とか日本人がどう考えているのか、どんな教育を受けてきたのかを理解できた上でちゃんとした仕事もできると思って、そういう側面もありました。で、次の質問が、そもそもなんですけれども、なぜそこまでして日本に住みたいのか、どういう自分と合うなと感じたのか。最初は、ただ新しいこと、自分にしかできないことを目指して日本まで来たわけなんですけれど、韓国に戻ってもいいけれど、特に戻るメリットがなくなった気がして、ずっと日本の生活、今の生活がいいと思いますし、嫁も最初日本語全然喋れなかったにもかかわらず一緒に来てくれて、一生懸命頑張って日本の生活気に入ってそうでずっと住みたいと言われて、だったらせっかく来たからここで頑張ってやりたいこともやりつつできることを全部やってみようって。逆に韓国に戻るとすでに弁護士の経歴もあって決められたレールに戻るしかないんですね。で、日本だとまだスタートの段階なので一生懸命頑張って、いろんな選択肢がまだあると思って、自分の出来次第で何でもできると思っており、で、日本のマンションが好きです。マンションが好き。韓国のマンションもいいんですけれど、日本のマンションは特に角部屋の景色のいいところを見るとオープンキッチンが多くて、コンシェルジュもちゃんとできてるし、韓国は団地が多くて、人も多すぎるんですけれど、日本のタワマンとかは団地が大きいわけでもないし、その中で快適な生活もできるし、そして東京タワーが見えるところに行きたいなと思って、わかります。僕も東京タワー見るの好きなので、いつかもう東京の綺麗な景色見ながら過ごしたいなと思っています。いや、まだお金全然ないんですけど、いつかそういうところに行きたいなという小さな夢もあって。でプライベートの方でも趣味とか、日本が自分と合うなっていうところあると思います。韓国でもできることは全部できるんですけれど、韓国と日本って雰囲気違ってて、ジム通うこと好き
ですけれど、韓国は実際にジムだけ会員登録したら安いですね。日本は高めですけれど、自分の運動に集中できる空間というか、僕は主にインストラクターの授業が重要で、そこで、インストラクターさんはそこで給料もらったりするから登録をしないと悪いなとずっと思っちゃうんですね。で、日本は全然そういうのがなくて、気楽に運動に集中できると思って、で、そもそもそういうところを気にしている時点で、日本の方がに向いているかなとも思ってますし。今伝わりました。僕もジム好きで韓国と日本両方行ったんですけども、韓国は月3、4000円ぐらいなのに、日本8000円ぐらいしてて、確かに言われてみれば、日本ってなんか個人のスペースがあって、みんな自分で自分の島を作って自分の好きな、運動をやっているような感じしたんですね。ジムだけではなく全体的にもそうかもしれないですよね。食べ物も、一人飯する人も多いし、いくらでも一人で気楽に行ってご飯食べたりしても何の違和感もないし、人との付き合いでの距離感というところもある程度距離感を置くから、プライベートで悩んだりしないから、個人的には合うかなと思いました。で、次の質問なんですけれども、逆に日本と合わなかったな、みたいな部分がありましたか？合わなかったっていうより、衝撃というか、虫苦手なんで、虫以上、街を歩いてゴキブリに遭遇する確率が韓国比べると多かったんですね。体感。はい。日本のマンションってほぼバルコニーあるんじゃないですか。韓国はあんまりオープンバルコニーほぼないから、そこから外から飛んでくる虫とか気にするわけですね。なぜか高層だっても必ずオープンバルコニーがあって、なぜかと考えたら、地震のせいで避難のためなんじゃないかと思ったんですけれど、低層は虫とか入りやすいから避けたいなとは思いました。今この話めちゃめちゃ面白いですね。確かに韓国の家ってバルコニーが全部中にあるんで、だから虫が入りづらいかもしれない。それ日本は日本の環境があって、そういう行動を取らないといけない。両国とも理由があって、いいとこもあれば、合わないとこもあるみたいなことが生じてるなと。逆に言うと、それ以外だとお仕事とか食事とか困ったことはなかった？特に困ったことないですね。家電が韓国より高いとか、地震ですね。来たばっかりの時に大きい地震があって、長く揺れがあって、10分ぐらい揺れてた気がします。で、停電にもなってて、パニックになって、外に出ようとしたんですけれど、その瞬間、日本は外より建物の中がもっと安全っていうことを聞いたことがあって、玄関口に耳を傾けて聞いてみたら誰も外出ないから中にいた方が安全かなと思ってずっと中にいたんですけれども、停電になってて、スマホもほぼ電源ギリギリで、一番怖いのがエレベーターの中で停電とか地震来たら止まるんじゃないですか。一回韓国の車用のエレベーターの中に閉じ込まれたことがあって、怖かった記憶があって、エレベーター乗るときは緊張しますね。いろいろ見ると、合うところ、合わないところ、怖いところもあったけど、全体で見れば合うところがいっぱいあるから、日本で住みたいってなったんですね。で、最後の質問ですが、日本ではどういった夢、どういった人生を考えていますか？日本では幸せな人生を送りたいと思って、海が好きで海が見えるところに住みたいなと思って、60代になったら神戸のハーバーランドが見えるマンションを買って、いろいろ趣味とかしながら美味しいものをたくさん食べて、ヨーロッパの旅行もしたり、いろんなことをやりたいと思います。日本で日韓関係の、困ってる人たちに対して、お手伝いをしながらも、でその中でも、自分が好きなことを楽しんで、ゆくゆくは、神戸という、美しい街で海を見ながら生活されたいというところですね。はい。はい、ぜひ。僕も似たような、僕も海が見えるところに住みたんですけども、ぜひ両方とも海に住めるという。いいですね。というところで、なぜ日本に来てるのかとか、弁護士活動をして見えてきた、日韓の違いだったりとか、今なぜ東大にまた入ったのか、聞くことができました。今日はですね、キムさんがボランティアで、自分の話を語ってくださるって、ぜひお願いしますというところで、この動画が撮れています。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画は以上にしたいと思います。パクでした。アニョーン。